皆さんこんにちは。今回は5次方程式にまつわる話をしていく。数の世界においては、どのような方程式によってその数が得られるのかによって分類されるものが多くある。有理数から出発し、n 次方程式を繰り返し解くことで得られる数の体系を Q の n 次平方と呼び、このような記号で書く。Q2、Q3、Q4 の要素はすべて有限個の有理数、四則演算、べき根によって記述されている。べき根表現可能な数は Q4 の外にも存在している。例えば5の5乗根などがそれにあたる。べき根表現可能な数のなす数体系を Q ラットという記号で書く。ラットというのはラディカルの略であり、これはべき根という意味だ。5次方程式の解の中には Q ラディカルからはみ出してしまう数が存在する。今回は5次方程式の解が一般にべき根表現できないこと、特に5次方程式のべき根を使用した解の公式が存在しないことを3段階の解像度に分けて説明してみよう。中学高校では2次方程式の解の公式を習う。現代数学では3次方程式の解の公式もこのように与えられている。4次方程式の解の公式はこのように与えられる。係数が複雑で何重にも入れ子構造になっていることが見て取れる。では5次方程式はどうだろうか。実は5次方程式にはこのような形の解の公式、つまりべき根を有限回使用して記述できるものは存在しないことが分かっている。これはアーベル・ルフィニの定理と呼ばれる。現代ではこの事実はガロア理論というものによってより本質的な見方が可能となっている。ガロア理論は大雑把に言えば異なる分野の間につながりを見出すものだ。今回の文脈で言うと、まず対数的な方程式を扱う分野、現代では対論と呼ばれているものと対称性を扱う分野、現代では群論と呼ばれるものの間の相互翻訳の手段として機能する。ここで対称性という言葉は重要なキーワードになる。対称性と聞くと線対称や点対称のような図形の対象を思い浮かべるかもしれない。これはいわば図形の見た目を変えない性質のことだと言い換えられる。さらに現代数学的には数学的構造を変えない性質と解釈される。ここで数学的構造というのは数学的対象物のルールを記述するための道具となるものだ。これは図形に限らず数体系や方程式にも存在する。図形の場合、構造とは長さや角度を測る定規であり、数体系ならそこに定められた演算が構造だ。では方程式の構造とその対称性とは何だろうか。例えばこのような二次方程式の対称性とは、この方程式の2つの解であるルート2とマイナスルート2の入れ替えとなる。その理由はルート2を含むような数の演算の規則がこの入れ替えを行った後も保たれるからだ。この場合、数学的構造とは有理数の係数に対する方程式の解の計算規則のことであり、この計算規則を変えない性質はこの方程式の対称性を表していると解釈するのだ。さて、実際のガロア理論の適用方法を見てみる。ガロア理論は2つの分野を行き来できるのだった。まず、方程式論の立場から出発する。例えば、このような4次方程式は4つの解を持っている。それを対称性を扱う群論へと持っていくと、この方程式の対称性は4つの解の様々な入れ替えとして表されるようになる。ここで、群論の分野内での議論から、この複雑に見える対称性は単純な循環的対称性へ分解できることが分かっている。S4 や A4 というのは群論において特定の対称性に名前を付けたものだ。ガロア理論を用いると、このような循環的な対称性が再び方程式論へと移されるとき、べき根を付け加える操作に翻訳される。これによって元々の4つの解はべき根によって表現できることが示されるのだ。実際、先ほどの4次方程式の解の公式を見てみると、まず平方根があり、それに対して3乗根をかぶせている。さらにそこに平方根をかぶせ、最後にもう一度平方根をかぶせている。すなわち、べき根による表示の存在は、循環的対称性への分解の存在と一致しているのだ。一方で、このような5次方程式と、その5つの解を考えてみよう。この方程式の対称性もまた、複雑な構造をしている。だが、ここで4次方程式の対称性とは異なる事態が発生する。群論による議論から、この対称性は
循環的な対称性へ分解できないことが分かっているのだ。つまり、少なくともこの5次方程式の解は、べきコンで表示できないことが分かる。このような簡単な5次方程式ですら、べきコンの表示ができないのだから、一般の5次方程式の解の公式など存在するはずもないということになる。さて、今の話の解像度をもう少し上げて話してみよう。まず、5次方程式の解の公式が存在しないことを表すハーベル・ルフィニの定理は複素数解を持たないことを意味していない。代数学の基本定理によって任意の1次以上の複素係数方程式は複素数解を少なくとも1つ以上持つためだ。さて、方程式の対称性というものが出てきたが、これは正確には対という概念を経由して考えることになる。対とは四則演算が可能な数体系を表すものであり、有理数体や実数体、複素数体などがその例となる。さらに一般の体 K に対して何かしらの数を転化するということによって新しい体を構成することもできる。それは元々の体 K の要素と転化しようとする数に対して四則演算を繰り返して得られる数の全体として構成される。例えば有理数体にルート2を転化するとこのような体ができる。また円周率を転化したりすることもできる。今体 K に何かしらの数を転化してできた新しい体 L を K の拡大体と呼ぶ。L が K の拡大体であることを表す場合は、このように L と K を線分で結び、大きい方の体を上の方に配置する。必要に応じて斜めに表記したりもする。また、文章中で表現する場合は、分数のような記号で表記する。今、ある複素数ベータが有理数と四則演算とべきコンを有限回使用して表せることを、ここにあるようなべきコン拡大のタワーが存在することとする。ここでべきコン拡大とはこのような形の方程式の解を転化するような拡大を指すものとする。さて、ここで体の拡大に対する対称性を定義する。今 L を K の拡大とする。ここでこのような記号で表されるものは次のような性質を持った L の変換の集まりとする。まずこの変換は L の四則演算の構造を壊さない。そしてK の要素は動かさない。かつ可逆な変換、つまり逆向きの変換が存在するようなものとする。つまりこれは四則演算の構造と K という土台の構造を壊さないような L の変換の集まりだ。これを拡大の自己同型群と呼ぶ。例えば有理数体にルート2を転化する体拡大に対して、その自己同型群の要素は、まず何も動かさないような変換、そしてルート2をマイナスルート2に入れ替える変換の2つがある。いずれも有理数は動かさず、四則演算の構造は壊さず、そして可逆な変換だ。この集合が体拡大の対称性を表すものだが、これを図形的なイメージで捉えようとすると、ちょうど線対称な図形の対称性と同じものとなる。もう少し複雑な例として、有理数体に2の3乗根と1の原子3乗根を転化する体拡大を考える。今、L の変換、シグマとタウを次のように置く。例えばこのような L の要素は、シグマによってこのような要素に変換され、タウによってこのような要素に変換される。これらの変換を組み合わせたものが、この体拡大の自己同型群となっている。ここで、シグマやタウの積は、これらの変換の合成を表している。ID は何も動かさない変換という意味だ。この自己同型群は、群論において3次対象群と呼ばれるものとなる。さて、この自己同型群は、体拡大の複雑さを反映する一つの指標ではあるが、自己同型群は常に体拡大の情報を持っているわけではない。体拡大の情報が最大となるのは、その体拡大がある方程式のすべての解を余すことなく転化したときだ。例えば、先ほどと似たような例として、有理数体に2の3乗根だけを転化した体拡大を考えてみる。この自己同型群は何も動かさない変換だけで構成されるものとなる。これは対称性が潰れてしまっていることを意味する。この原因は2の3乗根を定義するための方程式のすべての複素数解が拡大された体に属していないことにある。しかし、先ほどの例では、この方程式のすべての解がしっかりと拡大体に属しているため、対称性の情報が最大となってくれるのだ。ここで、この対称性の情報が最大となるような拡大、つまり方程式の解を最大限転化した拡大のことをガロア拡大と呼ぶ。体拡大がガロア拡大であるとき、自己同型群のことをガロア群と呼び、記号もこのように区別する。さて、ここで
ガロア理論の根幹をなす定理の内容を述べる。L が K のガロア拡大であるとき、KL の中間に存在する体とガロア群の部分群が1対1に対応する。この対応によって体の拡大の内部構造とガロア群の部分的な構造を互いに翻訳することが可能となる。さて、ここで4次方程式の4つの解を有理数体に転化したガロア拡大を考える。この時、ガロア群は群論において4次対象群と呼ばれるものの部分群となる。この群はある特別な性質を持っている。それは一番小さい自明群から巡回群による拡大だけで到達することができるというものだ。この群の拡大のタワーは体拡大の議論へ翻訳することが可能であり、その結果、べき根拡大のタワーに対応する。これによって一番上にある体のすべての要素は有理数に対してべき根を繰り返し付け加えることによって得られることがわかり、特に4次方程式の解はべき根表現可能であることがわかる。しかし、5次方程式の5つの解を転化したようなガロア拡大では、そのガロア群は5次対象群と呼ばれるものとなり、それには先ほどのような群の拡大のタワーが存在しない。これによって、べき根拡大のタワーが存在しないことになるのだ。したがって、少なくとも5つの解の中に、べき根で表記できないものが存在することがわかる。特に、5次方程式の解の公式は存在しないこともわかる。さて、ここまでで解像度が中程度の話をした。ここから実際に数学家が用いるような用語を使った説明をする。証明や定義にははしょった部分も多いため、完璧な理解を目指すものというより、数学家の雰囲気を味わうものという感覚で見てもらいたい。まず、体に関する基礎事項を簡単に説明していくが、少し定義が続くことになる。今、集合 F と加法、乗法と呼ばれる F 乗の二項演算、そして2つの要素に対し、それらの組が体であるというのは、ここに示す体の公理を満たすことと定義する。体の公理は、加法に関する公理と乗法に関する公理、そしてそれらの間にある法則と非自明性からなる。これらの公理を満たすことを、これまで四則演算可能であることと表現していた。今、乗法単位元を足し合わせて加法単位元になるまでの回数を体の表数と呼び、そのような回数が存在しなければ0とする。この動画で扱う体は全て表数0とする。表数が0でない体については後々の動画のテーマとなるため、今回はあえて触れていない。また、2つの体の間の写像に対し、体順動径は2つの演算を保つような写像とし、それが全単写であれば体動径と呼ぶことにする。子域と周域が同じ場合は体自己動径と呼ぶ。また、K が L の部分集合で、かつ L の演算で再び体となるとき、K を L の部分体、または L を K の拡大体と呼び、K を基礎体と呼ぶ。今、拡大の次数というのは、基礎体の上の線形空間としての拡大体の次元であると定義する。さらに、体拡大、L オーバー K が正規拡大であるとは、L の任意の要素に対して、それを根に持つような形状の規約多項式が L において一次式に分解することと定義する。さらに、拡大 L オーバー K の自己同型群を K のすべての要素を固定するような L の自己同型全体の集合と合成の演算の組とする。今、体はすべて表数0としており、正規拡大であることと自己同型群の異数が拡大次数と一致することは同値となっている。このような拡大をガロア拡大と呼ぶ。ここで分解体というものを定義する。体 K に対して多項式 fx の分解体というのは fx をその中で一次式の積に分解できるような体のうち最小のものとする。これは先ほど方程式の解をすべて転化した体と表現していたものだ。わざわざ分解体の定義のような表現をする理由がある。有理数体が基礎体の場合、有理数係数の方程式の解というものを考えるための土台として複素数体があらかじめ暗に存在を認められていた。しかし一般の体について同じように方程式の解を考えようとしても、その解を含むような K より大きな体の存在があらかじめ与えられているわけではない。そのような場合には解を転化するとか K に属さない数を転化するなどということができない。それゆえに分解体は非構成的な定義となっているのだ。とはいえ、この定義において分解体が常に存在することを保証していないのは問題だ。そこで K 係数多項式 fx の分解体は実際に K の内在的な要素で構成できることを説明しておく。まず fx の2次以上の規約因子を取り、
それを用いて K の拡大体を構成する。P0X が規約であることにより、P0X で生成される単項イデアルは極大イデアルとなり、K1 は体となる。K1 において P0X は一次式に分解するようになる。さらに今度は FX の K1 乗の2次以上の規約因子を取り、K1 の拡大体を次のように構成する。この構成を機能的に繰り返すことによって、最終的に FX が一次式の積に分解するような体へ到達する。これが FX の分解体となる。ここで補足として、ある段階までで得られた体は自然な単射によって次の段階の乗与体に埋め込まれているとしている。これで方程式の解を転化するという操作が抽象的に内在的な要素によって可能となった。今後 FX の根や FX イコール0の解といったら FX の分解体における要素を指すことになる。また補足として最初から K の代数平方の存在を証明して煩雑さを避ける方法もあるが、代数平方の存在の保証にも結局暗に分解体を構成する操作を超限回繰り返す必要があるため、やはり分解体の議論なしに代数平方を断りなく持ってくることは望ましくない。さて、ここからガロア理論の根幹であるガロア対応の内容を述べよう。まず記号を定義しておく。体拡大に対してその中間体全体の集合と自己同型群の部分群全体の集合をこのような記号で表す。また自己同型群の部分群 H に対して H の要素によって固定されるような L の要素全体を H による L の固定体と呼び、このように歴上のような記号で表す。この記号を用いてガロア対応の内容を提示する。まず L を K のガロア拡大とする。この時先ほどの2つの集合の間にこのような2つの写像を与えると、これらは互いに逆写像の関係にある。またこれらの写像はそれぞれの方眼関係を逆にするような性質を持つ。すなわち中間体に対応するガロア群を与える写像とガロア群の部分群に対して固定体を与える写像は、中間体の構造がなす則と部分群の構造がなす則との間に順序を逆にする反則同型を与えている。これによって体拡大とガロア群の構造は同等のものであることが分かり、さらにその相互翻訳は今示した写像によって行われることになる。実際にこの定理が方程式論にどう応用されるのかを見てみよう。今 K を表数0の体として K 係数の N 字多項式の分解体を考える。この体拡大は正規拡大であり、従ってガロア拡大であるためガロア対応を適用することができる。一般にこの中間体を調べるというのは無限の要素を持つ体を調べることになるため、一見非常に難しいが、ガロア対応によってその問題は N 字対象群 SN を調べる問題に帰着される。 SN は有限群であるため、その構造は計算可能な領域に落ちてくれる。 N 字の規約多項式の分解体にはその多項式の N 個の根が属しており、ガロア群の要素は N 個の根の置換として SN の要素とみなせる。ただしガロア群自体が常に SN になるというわけではなく、根の間に SN で不変とならない代数的な関係式が存在する場合は、そのガロア群は SN よりも小さくなる。今分かりやすさのためにガロア群が SN と一致しているとしよう。例えばこのような巡回置換 τ によって不変であるような L の要素 θ としてこのようなものが考えられる。これは巡回置換によって生成される N 字の巡回群 H の作用で不変となる。すなわちこの要素は L の H による固定体に属するということがわかる。今 H を極大部分群として含むようなガロア群の部分群 H' を一つ取る。仮に θ が H 以外の要素で変化してしまうとすると、θ は H' による固定体には属さないことになる。ガロア対応によってこれらの体の間に中間体は存在しない。これによって H による L の固定体は H' による L の固定体に θ を転化したものだと判明する。このように部分群で固定されるような要素を見つけていく過程を体の議論へ翻訳することで、具体的な転化の様子まで分析できるようになる。今 L を4次以下の K 係数多項式の分解体とする。この時そのガロア群は4次対象群の部分群となる。ここで S4 はここに示すような正規部分群の列が存在するという性質を持つ。その正規列は隣接する群の乗与群がアーベル群、特に巡回群になる。このような正規列を持つ群は可解群と呼ばれる。有限群の場合はアーベル群の部分を
有限巡回群に置き換えてもいい。さて、この事実を念頭に、今 L を一般のK係数多項式の分解体とする。このガロア群は Sn の部分群となる。G が可解群となるとき、fx=0の解は形状べき根表記可能であることを見てみよう。まず、対角大 L オーバー K のガロア群は可解だ。この時、K と L に適切な1のべき根を転化した対角大を考える。ここで M は L オーバー K の拡大次数などとする。1のべき根を転化した後の対角大のガロア群 G' は元々のガロア群の部分群となっており、可解性は保たれる。G' が可解群であることから、隣接する群の乗与群が巡回群となるような正規列が存在する。ここでクンマー理論というものの帰結として、基礎体に適切な1のべき乗根が属しているとき、乗与が巡回群となるような正規部分群の関係は、対のべき根拡大に対応することが分かっている。その事実とガロア対応を組み合わせることにより、対のべき根拡大のタワーの存在が導かれる。K に対して1のべき根を転化する操作も、べき根拡大の一種であるため、これにより K から L ゼータ M までのべき根拡大のタワーが存在することが分かった。このことは特に fx の根は形状べき根表記可能であることを表している。また基礎体として方程式の係数を不定限とする有理関数体を取れば、これは解の公式の存在性を導くことになる。また先ほど述べたように fx の次数 n が4以下の場合、それに対応する対象群 Sn は常に可解群となるため、4次以下の方程式には常にべき根による解の公式が存在することが導かれる。また逆に fx の根が形状べき根表記可能であるとき、その分解体のガロア群が可解群となることを見てみよう。今 fx の根はべき根表記可能なので、その分解体 L は K から始まるべき根拡大のタワーのどこかに部分体として含まれる。ここで対 MK は具体的にこのように機能的なべき根の転化によって与えられているとする。このべき根拡大のタワーと並行して適切な1のべき乗根を含むべき根拡大のタワーをこのように機能的に構成する。これは拡大の各ステップや全体が正規拡大となるように構成されている。ガロア対応によりこの拡大のタワーとガロア群の部分群の間に1対1の対応がある。各ステップもガロア拡大となっており、そのガロア群は隣接するガロア群の乗与群となっている。各ステップのガロア群は同一の異数のべき乗根を転化する拡大に対応しており、これはアーベル群となることが分かっている。したがって MR' オーバー K のガロア群は可解群となる。元々の L オーバー K のガロア群はその中間のガロア群の乗与として与えられており、群の乗与は群の可解性を保存することが分かっているので、したがってこれも可解群となる。さてこの事実の対偶を取ることによってガロア群が非可解群であるとき、fx の根は形状べき根表記可能ではないということがわかる。さらに Sn は n が5以上のとき非可解群となること。そして n 個の不定限を持つ有理関数体に対し、それらを係数とする多項式の分解体のガロア群は Sn となることを合わせると、n が5以上のとき、一般の5次方程式のべき根による解の公式が存在しないことが導かれる。今回は証明を大雑把に追うということをしたが、より解像度の高い証明をしようと思うと、それこそ何ヶ月もかけて定義や証明を追うことになる。今回のことによって代数的な数の世界もべき根表記可能であるものとそうでないものに分かれることが判明した。そのことは対象群 S5 の部分群である5次交代群 A5 が単純群であることに起因している。べき根はアーベル的な拡大に対応するだけの力しか持たないため、S5 に到達することができないのだが、仮にべき根以外の道具で5次交代群の対称性をより直接的に実現できるものがあれば、それを用いた解の公式を作ることはできる。その手法としては、楕円モジュラー関数のレベル5のモジュラー方程式を用いるエルミートの方法と、正二重面体の対称性から出てくる正二重面体方程式を用いるクラインの方法の2種類が主に存在する。また、すべての5次方程式が非可解群と対応するわけではなく、あくまで係数を不定限とした一般の5次方程式に対する公式が存在しないだけであり、可解群と対応する特定の高次方程式は存在する。5次方程式の場合、その分解体のガロア群が巡回群や異数20のフロベニウス群になる場合、それらは可解群であるため、
その解はべき根表現可能となる。このようなこともいずれ紹介してみたい。